どうも、日本語で喋りましょうの加藤です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は飲み物について話したいと思います。で、今日は特に日本で一般的な飲み物とか、英語と日本語の違いとかについて紹介していきたいと思います。で、まず一つ目はジュースについて話したいと思います。英語でジュースと言ったら、だいたいフルーツのジュースですよね。例えば、オレンジジュースとか、リンゴジュースとかですよね。でも、日本語でジュースと言ったら、もうちょっと意味が広くなります。日本語ではジュースと言ったらフルーツのジュースだけじゃなくて、ソフトドリンクのことを指します。例えばコーラとかジンジャーエールとかそういうのも、日本語ではジュースと言います。で、日本で人気のジュースについてもいくつか紹介します。まずすごく人気なジュースはカルピスです。どうですか？皆さん聞いたことありますかね？海外ではカルピスじゃなくてカルピコっていう名前で知られているかもしれませんね。で、どんな飲み物かというと、簡単に説明するとカルピスというのは牛乳からできています。で、牛乳の乳酸菌を発酵して作った飲み物なんです。なので、すごく簡単に言うと、ヨーグルトみたいな飲み物ですね。で、なんでこんな飲み物ができたかというと、三島海運というカルピスを作った人、カルピスという会社の創業者の人がモンゴルに行ったんですけど、その時に飲ませてもらった発酵させた牛乳、これがすごく良かったので、そこからインスパイアを受けてこのカルピスを作ったらしいんです。なので意外と知られてないんですけど、カルピスは元々のルーツはモンゴルにあったんですね。これちょっと僕も調べてみて知ったんですけど、それは日本人でも全然知らない情報だと思います。で、他に人気の日本のジュースといえば三ツ矢サイダーです。これは日本人ならみんな知ってる飲み物だと思います。で、サイダーって言ったら英語ではお酒、フルーツでできたお酒のことを言うと思うんですけど、日本語ではサイダーと言ったら多分みんなこの三ツ矢サイダーを想像すると思います。で、三ツ矢サイダーはどんな飲み物なのかというと、すごいシンプルな飲み物で、簡単に言うと甘い炭酸水っていう感じですね。で、このサイダーはすごく人気で、期間限定で普通のサイダーだけじゃなくて、レモンの三ツ矢サイダーとか、グレープの三ツ矢サイダーとかも楽しめます。すごいさっぱりした味でめちゃめちゃ人気です。僕も、三ツ矢サイダー大好きです。で、次の飲み物はお茶です。日本人はね、最近は、コーヒーを飲む人も増えてきているんですけど、やっぱりお茶の人気も高いと思います。で、日本でお茶といったら紅茶より緑茶とか麦茶のイメージの方が強いと思います。僕のね、実家でも冷蔵庫にはいつも麦茶があったので、僕は子供の時毎日麦茶を飲んでました。あとそれで思い出したんですけど、冷たいお茶を飲むっていうのは日本ですごく一般的です。いろんな国ではね、温かいお茶を飲むのがすごく主流だと思うんですけど、日本ではむしろコンビニとか自動販売機で
冷たいお茶を買う人の方が多いかもしれません。多分夏とかはね、コンビニとかでも温かいお茶が売ってないかもしれないです。そのぐらい冷たいお茶を飲むのが普通なんですね。一般的なんです。で、日本のお茶といえば抹茶もありますよね。抹茶も人気なんですけど、家でわざわざ抹茶を立てる人はあんまり実はいないと思います。少なくとも若い人はあんまりしないんじゃないかなと思います。でもやっぱり抹茶ラテとかはね、コンビニとかカフェですごい人気があります。僕もすごい抹茶大好きです。なので時々家で抹茶を立てたりもします。どうですか、皆さんは抹茶よく飲みますか？抹茶をラテで飲みますか？それとも家で抹茶立てる人もいますかね？で、次の飲み物はお酒です。英語で酒って言ったらだいたい日本酒のことだと思うんですけど、日本語ではお酒と言ったら日本酒だけじゃなくてアルコールが入った飲み物全般のことを指します。で、日本人は結構お酒が好きな人が多いと思うんですけど、居酒屋でお酒を飲むとき、一杯目はビールを頼むのがすごい一般的なんです。これなぜかというと、特に飲み会とかでグループでみんなでお酒を飲むときは、同じ飲み物を最初は一気に頼んだ方が楽ですよね。自分たちも、店員さんもその方が楽なので、とりあえずビールを注文するっていう文化があります。で、2杯目からはそれぞれみんな好きな飲み物を注文するっていうのがすごい飲み会での、マナーというか一般的なことだと思います。で、ビールに次いで次に人気なのはサワー系の飲み物ですね。で、サワーっていうのはどんな飲み物かというと、焼酎と炭酸水を割って作った飲み物で、例えばレモンサワーとかがすごい人気だと思います。他にも焼酎で割った飲み物はすごい人気で、例えば緑茶杯とかウーロン杯。これは焼酎を緑茶で割ったものとか、焼酎をウーロン茶で割ったもの。こういう、緑茶杯とかウーロン杯とか、そういった飲み物もすごい日本の居酒屋では、大人気です。で、日本ではハイボールも同じぐらい人気だと思います。ハイボールはどんな飲み物かというと、ウイスキーを炭酸水で割った飲み物です。で、ウイスキーが大好きな日本人とかは、ウイスキーをストレートとかロックとかで飲むかもしれませんけど、日本ではそういう飲み方より炭酸水で割ったもの、ハイボールの方が人気があると思います。で、ウイスキー自体もハイボールで美味しくなるように作っているものが多いような気がします。日本人はハイボールの方が好きなので、ハイボールにして美味しいウイスキーっていうのをいろんな会社が作ってるような気がします。で、僕はね、お酒そんなに強くはないんですけど、でもお酒飲むのは好きなので、ビール、ウイスキー、日本酒、僕は全部好きです。で、次はスープです。で、スープはもちろん飲み物じゃないですよね。でも、日本語ではスープを食べるとは言いませんね。スープは飲みます。スープを飲むと言います。日本人的な感覚からすると、スープっていうのは液体だし、飲み物に近い認識なんだと思います。だからよくコーンスープとか味噌汁とか自動販売機で売られているんですよね。皆さん見たことありますかね？なので時々カレーを飲むっていう人もいるんですけど、さすがにカレーは飲み物じゃなくて食べ物だと個人的には思います。どうですか？皆さんカレーを飲むってちょっと表現変だと思いますか？それとも皆さんもカレーは飲み物だと思いますか？
ということでね、今日は飲み物について話してみました。皆さんはどんな飲み物が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。